はい、どうもガッキーでございます。いきなりなんですけども、今日はこの指輪型のガジェット、ウルトラヒューマンリングエアーっていうスマートリングをほぼ丸々1ヶ月つけっぱなしで生活をしてみました。寝る時も仕事をする時も運動の時もほぼほぼずっとつけっぱなしでございます。で、この1ヶ月間の間に珍しく風邪をひきまして、その時にね、このリングがちょっと面白い数値を表してくれました。なかなか面白い1ヶ月間だったので、最後までゆっくり見てもらえると嬉しいです。で、最初に言っておくと、この製品、ウルトラヒューマンさんからご提供いただいておりますが、ただもらったから褒めるっていう、そういうことはいたしませんので、いいところも、気になったところもですね、この動画にまとめていきたいと思います。で、やっぱりね、スマートリングって最先端のジャンルだと思うんですよね。最近各メーカーからいろいろな新製品が出てきていて、私もね、めちゃくちゃ興味を持っております。おそらくですけど、この先ね、スマートリングに液晶なんかがついて、時計も見られるようになったら、もうね、ウォッチじゃなくてリングになっていく。そんな未来もあるような気がしてならない。で、実際ね、本当にほぼ毎日24時間ほとんど装着しっぱなしで使用しましたが、なかなか良かったです。で、さらにこれサブスクが発生しないスマートリングなので、そこもね、おすすめのポイントでございます。ただ、価格はね、5万円超えということで、ちょっと高めではありますので、今回の動画を参考にして買うのか買わないのか、その選定のきっかけになればいいなと思います。で、まず結論からですね。まずね、デザインはめちゃくちゃおしゃれだと個人的には思います。今回選んだカラーがアスターブラックという個人的にね、めちゃくちゃ気に入っております。シルバーだけだとピカピカ光りすぎちゃうので、このね、ちょっとダークがかったシルバー、この色味がね、めちゃくちゃ私個人的に好きです。で、それでいてサブスクもないし、アプリの使い方にさえ慣れてしまえば、非常にね、日常生活に溶け込むガジェットだと思います。ただね、一つだけ先に言っておくと、装着する指はですね、よーく吟味した方がいい。これはね、このスマートリングに限らず言えることなんですけども、ほぼほぼ一日中つけてるガジェットになるので、日常生活の干渉しない指を選定するべきだなと今回、改めて感じました。このリングね、ちょっと他より幅が太めっていうこともあるので、そこもね、今回そういう風に感じた引き金の部分でございます。まずデザインと付け心地からですね。外側はチタンに炭化タングステンカーボンっていうコーティングがされていて、これがね、めちゃくちゃ傷に強いということです。1ヶ月間ね、ガシガシ使いましたけども、どうでしょう？大きな傷はね、ほぼ見られない。それぐらい耐久性に優れているという、そういった感じでございます。で、毎日つけっぱなしにするものなので、内側はね、肌に優しい低刺激のエポキシ樹脂を使っているということでございます。内部はね、かなりメカメカしい見た目になっております。で、重さがね、サイズにもよるんですけど、一番小さくて軽いもので約 2.4g ということで、私が今回選定したサイズ10だったと思うんですけど、それが 3.3g ということでめちゃくちゃ軽いです。今撮影しているこのソニーのカメラのレンズキャップよりも軽いです。ちなみにこれが充電器、専用の充電器なんですけども、充電器の重さは 25.8g ということで、非常に軽いですね、すべてにおいて。で、リングの幅ですね。これがね、ちょっと他のリングよりも太めな感じが私はいたしますが、実際に測ってみると、こんな感じで 8.33mm ということでございます。指に装着するとね、結構存在感がある、そんな太さになっております。でもね、個人的にすごくいいなと思ってるのが、リングってね、画面がないし、リング本体に通知も来ないんですね。なので、スマートウォッチみたいに操作したりとか、通知に気を取られたりすることがない。で、さらにリングの何がいいかっていうと、普段は自分の好きなスマートウォッチをつけながら、健康データはこのリングで取るっていう、この使い分けができるっていうのが、私含め時計が好きな人間からすると、ちょっと嬉しいポイントじゃないかなと思います。寝てる間はね、時計外すっていう方も多いと思うので、指輪ならつけたまま寝ることもできると。あと地味に効いてくるのが防水ですね。これスペック的に10気圧防水ということで、水深100メートルまで対応しております。なので、手洗いもお風呂もプールもつけたままで全然 OK でございます。いちいち外さなくていいのは、24時間つけっぱなしを前提にするのであれば、かなり大事な部分ではないかなと思います。
プールでね、さっと一泳ぎするぐらいは全然平気ですし、ただね、でも30分を超えて連続で水につけっぱなしにするみたいな使い方は、一応公式は推奨していないっぽいです。そこだけ気をつければ、普段の生活では気にしなくて全然大丈夫な防水性能になっております。では実際ね、ぶっちゃけた話、私お風呂も何回かつけたまま入ったんですけど、今でもね、全然普通に動いております。ただやっぱり若干太めなので、装着する指は本当にね、慎重に慎重を重ねた上で吟味をした方が間違いないですね。ここはね、絶対に言えるポイントでございます。でもね、太さの割には重さを感じないっていう点はメリットかなと思いますね。で、ここからがこのリングの本題の部分なんですけども、このリングが何を測ってくれるのかっていう話なんですが、アプリのスナップショットっていう画面を開くと、これが専用のアプリケーションなんですけども、このアプリの一番上ですね、このスナップショットっていうところを開くと、このように詳細なスコアをですね、各カテゴリー別に数値化してくれております。寝返りの回数なんかも数えてます。で、この一番上に固定済みっていうやつがあるんですけど、これは自分の好きな項目を一番見やすい位置に固定することができます。この編集っていうところから項目を追加することができます。で、まずね、一番上に来るのが睡眠ですね。睡眠スコアを筆頭に、総睡眠時間とかベッドにいる時間、レム睡眠、あと寝ている時の体温ですね。あと先ほども申し上げた寝返り。で、その下にアクティビティっていう項目に、ムーブメントデイ。その日一日どれくらい活動したかというのを記録してくれる項目であったり、あとアクティブ時間ですね。これはワークアウトですね。いつ運動したかっていうのをこのような形で折れ線グラフで記録してくれております。あとは歩数、週間アクティブ分数ということで、今週1週間20分しか運動してないということで、今週ちょっと具合悪かったんでね、少なめでございます。で、さらにその下に回復というところがあって、ここに安静時心拍数ですね。これも折れ線グラフで示してくれております。で、昨夜の HRV とか睡眠段階の HRV 回復スコア。やっぱそうですね。今週前半ね、すげえ具合悪くなってきたんで、そこから今日に至ってだいぶ回復してきてると。そういうスコアになっております。で、さらに体温表記ですね。これも、ほら、ここら辺ね、注意が必要ですってなってるんですけども、熱がね、上がってきた頃なんですね、ここが。はい、上昇。注意が必要です。ということで、ここら辺もね、結構信頼できる計測結果です。で、ストレスリズム VO2max と。で、その下にパワープラグっていうのがあるんですけども、これはね、別売りの血糖値センサーですね、CGM と連携とかしなくちゃいけないっぽくて、ここのアプリ上でね、今すぐ購入とかっていう項目も出てくるぐらいで、おそらくね、リングの他にその他の機器があるという、そういった形になっております。でもね、個人的にはリングで十分だと思います。ここら辺のリングで計測した結果をもとに、いろいろな通知を送ってくれます。先ほど私が具合が悪い時に体温が上昇してますよとか、もうそろそろ動きましょうとか、運動しましょうとか、そういったね、リマインダー通知的なものもポップアップでスマホに映し出してくれます。ここはね、結構使い勝手がいいアプリじゃないかなと思いますね。で、さらにね、地味なんですけど、サブスクが0円なんですね。スマートリングを選ぶときに地味にめちゃくちゃ大事なのがサブスクだと思うんですよね。で、製品によっては本体を買った上で毎月お金を払わないと全部の機能が使えないみたいなものもあって、でもこのウルトラヒューマンリングエアは本体を購入すれば主要な機能は追加料金なしで使えます。なので、睡眠もストレスも心拍も HRV も皮膚表面温度もリカバリーも専用アプリですね。先ほどの専用アプリとこのスマートリング本体で完結いたします。長く使うものなので、ここはね、正直結構効いてくるポイントだなと思いますね。ただね、一つ注意点があって、サブスクがないのは非常にいいんですけど、これ先ほどご紹介した専用のアプリケーションですね。ちょっとね、このアプリの UI がね、サブスクとか課金の画面に引っ張っていこうという UI、動線 UI なところがところどころ見受けられるので、そこはね、ちょっと気をつけた方がいいなっていう感じでございます。ここの代謝とかホームとかビジョンとかですね、ここら辺はね、あまり触らない方がいいんじゃないかなと思います。ここに今すぐ購入ボタンが出てきたりとか、ビジョンとかを押すと、年間サブスクリプションとか、そういった画面に行ってしまうので、
個人的にはね、このリングっていうところとプロフィールですね。ここの2つをメインで使う。これ以外使わなければ安心かなというそんなアプリケーション UI になっておりますので、ここは気をつけた方がいいポイントかなと思います。で、ここまでスペックとか機能の話をしてきたんですけども、ぶっちゃけね、私が今日一番伝えたいのはここなんですね。このリングをつけて生活していたら、なんかこうね、地味に生活が変わってきたなって感じる瞬間があったんですよね。まず1個目に、夕方以降あまりカフェイン、コーヒー類を飲まないようにちょっと気をつけるようになりました。やっぱりね、良い睡眠をとるにはカフェインをやめる時間帯が重要だなということにちょっと気づいた感じですね。で、日々の自分の体調をより気にするようになったっていうのが本当いい点かなと思います。特に睡眠とそれに伴う自分の肉体の回復量、ここがね、めちゃくちゃ詳細に見られるようになっているので、やっぱり40過ぎてくると若い頃と違って寝てもね、なんか疲れるっていうか疲れてるっていう時が多々あるんですよね。これは年齢とともに加齢とともに仕方がないことではあるんですが、それをね、少しでも回復させて、で日々最高なパフォーマンスを出すためには、回復ってね、やっぱ非常に重要だなと改めて感じる日々です。で、冒頭で言った風邪の話なんですけども、先日ね、珍しく風邪をひきまして、で、体温がね、ちょっと上がったんですね。で、このリングもね、皮膚の表面温度がいつもよりも上がってますよっていうしっかり通知してくれたんです。なので、これはね、結構信用できるなってその時思いました。あとね、これは製品の話というよりも、私個人的な人間の話なんですけど、私ね、指輪って結構苦手なタイプの人間だったんですよね。でもね、1ヶ月もずっとつけていれば、やっぱ慣れてきますね。逆に、外してね、忘れる時がたまーにあるんですけど、あれつけてないっていう、そこに逆に違和感を感じてしまう。昔はつけていることに違和感があったのに、つけ続けることによってつけてない違和感に気づくという、この人間の環境適応能力っていうんですかね。その凄さを改めて感じて、ちょっと自分自身驚いております。で、拡張機能っていうのがあって、さっき3つのカテゴリーに加えて、この睡眠アクティビティ回復の下にパワープラグっていうのがあるんですけども、これはね、無料と有料の外部プラグインをここに入れることができるという、そういう機能になってまして、今入れてるやつはこれ3つとももともと入ってた感じで無料です。例えばカフェイン管理ですね。これは摂取したカフェインを記録できるという、そういう機能になっています。あとは、ビタミン D ですね。これは日光浴の時間をここで記録することができる。あと、ここの全身ステップっていうやつがゴールデンアワーアクティブということで、あなたは今ゴールデンアワーにいます。赤橙色の波長はコルチゾールを減少させ、入眠を早め、レム睡眠の質を最適化しますということで、ここから交代フェーズに入りますよと。要するに、眠りに向けて、活動量とかスマホ画面を見るとかですね、音楽を聴いたりして、休息をとってくださいみたいな、そういうリラックスモードに入ってよっていう、そういう指標になっております。で、この他にもいろいろパワープラグを入れられるんですけども、有料のものも混ざっておりますので、注意してプラグインを足していく必要があるかなという、そんな感じです。1ヶ月使ってきた個人的な感想を言うと、この3つのやつだけで十分だと思います。その他のこの睡眠とかアクティビティ、あと回復、この3つのカテゴリーだけでもかなり詳細に日常生活を可視化、数値化してくれますので、本当必要十分です。で、どうしてもこれは入れたいとか、これだけは計測したいっていう気になるものがあるならば、そこはサブスク費用がかかる、かからないも含めて、各々の判断かなと、そんな感じでございます。逆に言うとね、そこまで測れるんだっていう、このスマートリングの機能性の凄さも感じるところではあります。そしてバッテリーですね。バッテリーは公式だと約6日間となっております。で、充電は専用の充電器ですね。これタイプ C の接続端子があるやつに指輪を乗せて充電をするという、そういうタイプになっております。だいたい 1.5 から2時間でフル充電と。ただこの最大6日間っていうのはあくまで公式数値なので、実際に私が使ってどうだったかというところなんですが、記録を取りましたので、こんな感じで載せておくんですけども、一応6月の20日の朝残り 5% になったので充電を開始しました。で、1時間後には 47% まで充電が回復していると。で、その朝フル充電に 100% にして、次に残り 5% になったのが6日後、6月26日の朝。つまり私の実測値で
フル充電から約6日間持ったことになります。しかもこれバッテリー使用モードはターボモードというモードになっておりまして、ここですね、ターボモードという有効になってるんですけども、一番フルにバッテリーを使う設定のまま、ほぼ24時間つけっぱなしにしてこの結果です。なので、公式の最大約6日間っていう数字ですね。私の使い方だとほぼほぼ交渉通りでございました。ここはね、正直かなり優秀だと思います。1日あたりに直すとだいたい約16% ずつ減っていく計算になります。あとこれですね。充電は専用充電器が必須なので、これはね、なくさないように気をつけたいところでございます。ケーブルは Type-C なんで全然何でも大丈夫です。で、ここまで見てきてちょっと気になってきたなと。そんな人向けにスペックをざっとまとめてみましたので、買う前のチェックに見てみてください。発売日は昨年の10月24日ですね。2024年10月24日。で、メーカー希望小売価格が 59,800 円のサブスクリプションなし。物理スペック的なところはですね、やっぱサイズによってちょっと変わってきてしまうので、なんとも断定的なことは申し上げられないんですけども、素材はね、外側がチタンプラス炭化タングステンカーボンコーティングということで、かなり頑丈です。で、内側は低刺激性エポキシ樹脂ということで、私も人差し指にずっとつけてるんですけど、全然肌荒れがしません。で、センサーは Bluetooth Low Energy BLE5 というのを使っているようです。で、生体センサーは赤外線光学式 PBG センサーですね。あとは皮膚温度センサーと6軸モーションセンサー。あと光学のセンサーで赤色、緑色、赤外線の LED を搭載しているということでございます。ただこの製品は医療機器ではないので、表示されるデータですね、アプリもそうなんですけども、これは日常コンディションの把握のための参考情報という捉え方で見ていくのが一番いいと思います。ほぼほぼいいところばかり羅列してきたんですけれども、ちょっと気になる点も何点かあって、これはリング全部に言えることなんですけども、買うときはね、サイズめちゃくちゃ詳細に測ってください。むくみとかも全然指に出てきますので、まずどの指につけるか。そしてその指がむくんだ時に、こっちの指にはめた時を想定して、どのくらいの余裕があるのか、きつさなのかもしっかり計測して選んだ方がいいです。あと充電は専用充電器がありますので、なくすと充電ができません。あとはこのバッテリーですね。搭載している充電のバッテリーは交換ができないというところと、あとはあくまでも医療機器ではないので、数値は参考として見ること。あとはね、使ってて思ったのが、やっぱり若干ちょっと幅が太めかなというふうに感じます。あとはこのアプリですね。ここのリングとプロフィール欄以外は触らない。なぜかというと、サブスクとか購入画面に導線があるような、そんな UI になってますので、ここだけで完結するようにしてほしいなというところです。はい、ということで今回はウルトラヒューマンリングエアをご紹介してきました。ざっくりまとめると、睡眠の質や日々のコンディションを数値で測りたい人、スマートウォッチより軽くて自然につけられるものがいい人、運動した後の回復具合を把握したい人、あと月額のサブスクを払わずにスマートリングを使いたい人、あと健康管理を習慣にしたい人ですね。こんな人にはおすすめの製品かなと思います。ちなみに今撮影しているのが7月の11日なんですけども、公開のタイミングによってはセールで実売価格が下がっているなんていうこともあるかもしれませんので、一応概要欄のリンクから今の現状の価格をチェックしてみて購入してみてください。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。